はい、皆さん、はじめまして、のぶです。まずね、軽く自己紹介からしますね。私はね、福岡生まれ、福岡育ちなんですけども、大学からね、東京の方に移ります。で、別に大学もね、普通の大学、もう平均の大学を出て、大学院に出て、で、その後ね、東京でサラリーマンとして働いてました。ただね、その大学出た後に働いた場所があまりにもね、つまらなすぎて、で刺激もなくて、で、満員電車とかも毎日ね、嫌だなと思いながら、通勤してて、で、ある時ね、いつか話すんですけども、とあることがきっかけで辞めます。で、辞めた後にね、前から海外に行きたいなと思ったので、まずね、語学留学して英語力をつけて、その後ね、通訳とか翻訳の仕事をしたりとか、あと日本語の先生をしたりとかしてましたね。で、その後またね、大学に戻って研究したいなと思ったんですけども、日本の大学には戻らずに、そのままね、イギリスの大学院に留学して、向こうで修士を取って、で、その後ね、また研究続けたいなと思って、で、カナダの大学で、後期課程っていうんですかね、PhD コースに行って、またね、研究を始めるんですけども、やめました。で、今日はね、その話をしたいなと思います。その今日の内容が、将来ね、カナダの大学に行きたいとか、海外のね、大学院に留学したいっていう人にとってのね、一つの判断の材料になればいいかなというふうに思います。で、まずはじめにね、ちょっと言っておきたいのが、大学院辞めるって思った時に、辞めたっていう感じで辞めたわけじゃなくて、結構ね、悩んだんですよね。こう悩んだ挙句に、こう辞めるって決断しました。っていうのも、日本の大学と比べて、欧米、特にカナダの大学って入るのめちゃくちゃ大変なんですよ。その英語力だけじゃなくて、こう面接とか、そのいろんな書類とかね、そのビザとか以上に、それもあるんですけども、それ以上にね、倍率がめちゃくちゃ高いんですよ。で、カナダって移住先っていうんですか、移民先、移住先としてもね、魅力的な国じゃないですか。だから毎年ね、いろんな学生さんたちが、その、移住目当てで結構大学院に入るんですよ。っていうのも、向こうの大学院を出ると、この移住するときに PR を取るときの一つのね、ポイントが、ね、めちゃくちゃ大きいんですよ。なので、自分の友達とかも、インド人の友達とかパキスタン人の友達とかに聞いたら、初めはね、研究しに来たよって言ってたんですけども、後々聞くとね、やっぱり、将来的に学位取った後に、PR、永住権取って、で、家族とかにね、いい暮らしさせたいとか、そういう人も多くて、っていうのもあって、こう、めちゃくちゃ人が集まる。集まるということは、やっぱり倍率も高くなって、で、自分がね、その、大学院に入るときに、やっぱりいろんな教授にコンタクトを取るわけですよね。それが第一ステップなんですけども、その時にね、やっぱり7割、8割ぐらいの教授からは、今ちょっと募集はしてないかな、みたいな、とか、あと人によってはもう返事すらもないみたいな、そういうのもあって、だから結構、その、よっぽどのコネクションとか、よっぽどいい大学出てない限り、もう運の要素も結構強いですよね。そう。だからそういったのも含めて、やっと入れたし、あと3年ぐらいね、研究したんですけども、で、そう、だから辞めるときは結構考えましたね。ただね、本題に戻るんですけども、辞めるに至った、理由として、大きく分けて2つぐらいですかね。1つがね、向こうの大学院を甘く見ていたっていうところと、もう1つがね、自分の目標設定を、誤ったってところ。結局ここはね、繋がってるんですけども、その話をしていきたいなと思います。日本の大学と比べて、カナダの大学院ってめちゃくちゃ結果にシビアなんですよ。で、これ、日本の大学を甘く見てるとかじゃなくて、で、自分も日本の大学を経験した上で、大学に経験した上で話してるんですけども、日本の大学の博士後期課程って、3年、4年いれば、卒業できるじゃないですか。で、5年とかいたら逆に、ってなるんですよね。で、てか、5年いた人あんまり聞いたことないんですね。普通にちゃんと、出席というか研究してて、出れなかったっていう人はあんまり聞いたことないですね。一方で、カナダの場合って別に5年とか全然普通なんですよ。で、自分の先輩も、めちゃくちゃ優秀な先輩で、毎日ずっと研究して、土日もやってる人ですら5年かかったんですよね。っていうのも、やっぱり論文がね、確か3本かな、うちの大学いたところは、3本ファーストで出ないとまず卒業できないみたいな感じだったんですよ。でね、じゃあ、たくさん研究すればいいじゃんって思うかもしれないんですけども、研究ってやっぱ運の要素が強くて、で、自分の話をすると、言い訳っぽくなっちゃうんですけども、自分の研究って野生のキノコ、野生っていうのかな、そこら辺に生えてるキノコを取ってきて、で、キノコの中から癌に効く成分っていうのを単理して、それを発表するみたいな、そういう簡単に言うとね、そういう研究でした。で、ただ自分のね、そのキノコがもうポンコツすぎて、まずそんなに
癌に効く成分がないっていうのと、こう苦労して単離したんですよね。生成して。で、それが実はもうすでに発表されてるものだったみたいな、そういう感じだったんですよ。だから、全然結果出ないみたいな。で、まあ一方で友達のね、そのキノコっていうのはめちゃくちゃ優秀で、新規のね、癌に効く成分っていうのはめちゃくちゃあって、だから論文もね、こう、まあ出しやすいんですよね。なので、まあ、運の要素もありますね。で、それに加えて、研究にね、フルコミットできたかって言われると、そうでもなくて、っていうのも、向こうの大学院とか、アメリカも多分そうだと思うんですけども、結構みんな働いてるんですよね。TA とか。で、自分の場合もね、向こうの大学の科学の、まあ、実験助手として、授業の軽いレクチャーしたりとか、あと採点したりとか、なんかそういうのをしてましたね。まあ、日本語だったらね、まあ、簡単だと思うんですけども、まあ、英語でね、そう採点とかしたりとか、あと授業したりとか、なんかそういう発表会ではそういう司会とかもやらされたりとか、なんかそういうのがやらなくちゃいけなかったので、やっぱりいろんな準備がいるんですよね。その毎週あるので。ってなるとね、そこまで研究に 100% コミットできたかって言われると、そうでもないと。で、あとね、まあ、個人的に企業と、まあ、コラボしてたりとかしてたので、研究以外のそういうアクティビティの方がというか、まあ、それにもね、結構、時間を割いてましたね。で、そういうのをね、見てると、やっぱり担当教授からはね、やっぱり、結果もあんまり出てないですし、自分の研究以外のことに力を使いまくってるので、やっぱりよく思わないというか、ある時、その教授から、へい、ノブみたいな、お前、研究しに来たのか、それともお金稼ぎに来たのかみたいな言われて、で、そこでね、悩みましたね。で、悩んだっていうのはね、教授からね、言われた時に、即答でね、研究しに来ましたって言いたかったんですけども、まあ、正直ね、結果が出ない研究よりも、助手としてね、学生に科学を教えたりとか、あと企業とね、コラボして、まあお金もらったりする方が、やっぱり自己肯定感も高まりますし、意味のあることをしてるなっていう、まあ感じがしたんですよね。で、その時に教えたりとかね、することとか、あと企業で働くことって別に大学院生じゃなくてもできるなと思って、ずっとこの先で人生でもし研究したいんだったらね、そうなのかもしれないんですけども、で、今後ね、結果が出ない研究して、ね、3年、5年、9年とかいることも考えられるので、すでに3年も費やしてたので、で、結果が出ないと。ってなった時に、もう今がやめ時かなと思って、やめましたね。やめることを決めました。でね、これを見ている人でね、もしカナダの大学院に行きたいっていう人いたらね、目標設定だけは間違えないようにしてくださいね。自分がね、決めた目標っていうのはね、まあ今考えるとね、おそらく大学院に入るっていうのが目標、ゴールだったんですよね。だから、他のね、そのインド人とかパキスタン人の人たちっていうのは、博士号を取った後に永住権を取るっていうのが目標なんですよね。そこにゴールがあるから、やっぱり、その耐えられる度合いが違うんですよね。だから自分みたいにね、そのポンコツのキノコを渡されても、どんなことしてても結果出す、絶対に何年経ってもいるぐらいのね、モチベーションというか、まあそれがないとね、向こうの大学院は本当にシビアなんで、出してくれないですよ。まあ言うても、実はね、後悔してないんですよね。逆に入ってよかったなと思って、で、辞めてよかったなと思ってるんですよ。で、そのメリットとかもね、まあこの動画、このチャンネルでね、伝えていきたいなと思ってます。はい。なので、もしね、興味がある人いたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。